こんにちは。来る日も来る日もパンを焼く、きらめき餅です。今回のテーマは水。ファミマの水で焼き比べをしていきます。きっかけは仕込み水の硬度が気になったこと。日本の水は基本的に軟水で、我が家のパン作りでは水道水をろ過したものを使っていますが、たまには違った硬度も試してみようと思い立ちました。作る生地も2種類用意することにしました。こねる系とこねない系です。ちなみに私は手こねがあまり得意ではないため、その点温かい目でご覧いただけると幸いです。配合はご覧の通りです。粉や塩、酵母なども国産原料縛りにしてみます。では、スタート。早速粉類を混ぜたところへ水を投入します。なるべく単純なやり方で進めていきます。ある程度まとまるまではボウルとヘラで、そして粉っぽさがなくなった時点で台へ出して作業をします。同時並行で行うため、同じようなシーンが繰り返されますが、すべてつなんが先、霧島は後。比較をするにも、その方がわかりやすいからです。はじめはあまり大差ありません。ではここでバターも産生していきましょう。台である程度こねてから途中でバターが入ります。油脂が入った途端、こねにくさがぐんと上がります。ちょっと嫌になりそうなほどのベタつきで、一旦保留し、2段階でこねていくことにしました。こちらも同じようにこねていきます。扱いやすいと思ったのは本当に最初だけで、普通にベタついてきます。バターを入れてからは同じような地獄絵図。こね作業は早送りにしましたが、周りの散らかりっぷりでお分かりいただけるかと思います。しかしパン生地の愛らしいところは、きちんとこね上げるとつるんと美しい肌を見せてくれる、その代わりよう。そして翌日の姿がこちら。張りが若干違うかな。分割してベンチタイムのお時間です。3等分プラスアルファになっているのは、一部をローメンとして取っておきたいという個人的事情によるもので、この実験そのものに直接関係しておりませんので、ご了承ください。霧島の方はとにかく生地が硬い。霧島はいちいち張りや硬さや使いづらさに驚きました。多分、慣れていないということもあるのでしょうが、ちまちまこねられたり分割されたりといった作業に向いていないのかもしれません。ここでマフィン型登場です。食パン的なものを意識して、オリーブオイルを薄く塗っています。ツナンはどこをとっても、いつも通り、という以上の感想が湧いてこないのですが、成形作業は、ツナンがしなやかなのに対して、霧島は今にもブツンブツンとちぎれたそうな、扱いにくさを感じました。一旦ここまでを整理しておくとこんな感じです。とにかく肩が凝りました。いつもの水がだいぶツナンに近い軟水であることも、なんとなく察しがつきました。では続きを見ていきましょう。もうあとは焼くだけ切るだけ食べるだけの世界です。表面の梨肌のようなものは、おそらく直前に霧吹きをかけすぎたのだと思います。妙なところで心配性なのがたかりました。上がツナンで霧島は下です。切ってみます。正直この見た目からわかることは少ないかもしれません。この後実食した感想も含めて申し上げると、ツナンはあっさりふんわり柔らかな食感。霧島はむっちりで歯切れよくどことなく旨味がありました。ツナンには何かつけたいけれど、霧島はパン。それだけで十分楽しめるような気がします。好みの問題も大きいかもしれません。焼きたても翌日も食べてみて、結局どちらもそれぞれの良さがありました。もちろん水単体でも飲み比べてみましたが、これは一口含んだだけで完全に違いがわかりますが、一方、パンとされている場合、意識的に作った本人以外は、その高度の違いを見抜くのは至難の技だろうと思いました。質感も確認してみると、ツナンはウレターフォーム、霧島はメラミンスポンジ。例えが適切でないかもしれませんが、一言に弾力と言っても、これくらいの違いがありました。ここでレシピ1のまとめをしておきます。うまく表にまとめられるような基準がないので、ゆるっとふわっとしていますが、これが正直なところです。さて、続いてレシピ2に移ります。こちらはごくごくシンプル。4つの材料で作るハードボイルドスタイル。成形直前までボウルで完結する仕様で作っていきます。材料を量り、ヘラで混ぜ合わせ、パーツと寝かせで生地の具合を整えていきます。一応 70% の加水率でスタートしていますが、結果的にツナンはプラス 3%、霧島はプラス 6% となり、どちらかというと 75% 基準と見た方がいいような配合となりました。霧島に至っては、
もっと吸水させたそうな雰囲気でしたが、あまりにも差が開くと別物になってしまうので、心を鬼にして蓋をきつく閉めました。作業面ではレシピ1の時よりも霧島の個性が立っている気がしました。でも見かけは大して変わりません。パンチ作業は3回ほど行い、そのまま室温で発酵させました。2倍になる手前くらいになって成形へと移ります。ここでも生地はツナンの方が圧倒的にしなやかでした。ふかふかのお布団を彷彿とさせます。一方で霧島は硬派なオーラを漂わせ、そうやすやすと巻かれてたまるものかというたびに最後まで粘っていました。が、もちろん棒状に丸め込まれてしまうのがこのパン生地の運命なのです。とまあ、好き勝手妄想を垂れ流していますが、ここまでご覧いただけたのなら、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。パン生地さんたちにはまるで使い込まれているかのようなキャンバス地に包まれ、しばらく休んでいただきます。シワが寄っているのはザルという名の発酵カゴに適用するための傷のようなものです。誰も心配していないかもしれませんが、実は新調したばかりのものなので、衛生的には大丈夫です。では、そろそろ簡単なまとめに入ります。特筆すべきことはこれだけです。レシピ1の時ほどはっきりとした感想を抱きませんでした。では発酵も完了した現在の姿をご覧ください。形状が若干違いますが、それも水の影響でしょう。霧島はふっくら感を保てないたちなのだろうと思います。クープの入れやすさは大差ありません。最高温度で予熱したところへ5、前後を入れ替え焼き色をつけ、はい、完成です。まずツナンから見ていきましょう。ムチムチした枝豆のような形ですね。私好みの姿です。焼き加減も私好みになっています。場合によってはもう数分追加で焼いてもいいかもしれません。ターメンを見るのが楽しみです。そして霧島はどうでしょうか。膨らみはあまり感じられませんが、これもまた一つの姿と言えましょう。色は若干濃いめですね。この形を見ているとミルクフランスのように中にクリームを挟みたいなどと考えてしまいます。程よく冷めたところで切ってみます。割と理想的な気泡があり、個人的には大満足です。そして同じ人間が作った霧島と並べてみると、これは水の違いがそのまま現れているのだと判断して良さそうです。詰まり具合やサイズ感も異なっています。文字でまとめるとこんな感じです。香ばしさや色合いでは霧島に軍配が上がりましたが、作り手の当初のイメージからすれば、ツナンの方が想像通り、いや想像以上の出来になりました。しかしながら食の観点で言えば、好みによりけりとしか言いようがありません。どちらも総じて美味しいのですから。で、結局どうなのとお思いの方も多いでしょう。結論、私は優劣をつけたいというわけではなくて、パン作りにどう影響するのかという部分を知りたかっただけであり、作業のしやすさしにくさ、形状や色合いや風味といった点に大いに相違をもたらしているということが今回分かりました。つまり普段何気なく使っている浄水もたまには別の水に変えてみたりだとかブレンドしてみたりだとかすることで他の材料の銘柄や産地をあれこれ使い比べるのと同じような変化が水においても楽しめるという新たな発見がありました。なんといっても比率で言えば粉についでいるわけですから、塩、砂糖、酵母、利子などを使い分けるのと同じようにいろんな水分を試してみてこれだと思えるような美味しいパンに出会えたら嬉しいなと思います。おそらくお住まいの地域の水質がそのままパン作りに影響することが多いと思いますが、もしおすすめの水ですとかコードなどありましたらお気軽にコメントをください。今回ちっちゃな陶器仕様動画にまとめたのはぜひ見てくださった方々のアイデアや感想を聞いてみたかったからです。日本各地ひいては世界各地の皆さんからのコメントを心からお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねと思った方は高評価のボタンを、そしてよろしければチャンネル登録をしていただけると大変励みになります。今後ともパン作りの延長線上にある動画を更新していく予定です。長くなりましたが、以上、きらめきもちでした。